よいしょよいしょ。どうもリュウジです。今日の動画はタイトルにある通りなんですけど、僕の持ってるブーツの紹介になります。で、今日紹介するブーツが、レッドウィングのベックマンっていうブーツになります。こんな感じのブーツです。なんかベックマンって名前かっこよくないですか？俺だけかな思ってんの。これを買った日がですね、多分写真出すと思うんですけど、2014年の1月3日ですね。写真の記録でいくと多分この感じだと、買ってその日に写真撮った感じの写真だと思うんで、その日で間違いないと思うんですけど、なのでまあ丸9年は経ってる計算になるんですけど、9年履いたらこんな感じのベックマンになりますせっていう動画です。また僕の長年使ってるアイテムの経年変化シリーズみたいな感じになるかと思います。どんな感じで履いてきたかとか、またケア用品の紹介とかしていこうかなと思ってるんで、ということで気になってる方は最後まで見ていってください。はい、じゃあこのレッドウィングのベックマンのブーツなんですけど、軽くちょっと紹介しておくと、全然詳しくないんでカンペ見ながら喋るんですけど、このブーツの名前の由来がレッドウィングの創業者の名前から取ってるらしいですね。レッドウィングの創業者の名前がチャールズ・ベックマンっていう名前らしいです。そのベックマンから取ってるということみたいですね。で、このブーツに使われている革が、フェザーストーンっていう革みたいで、牛1頭から約 5% しか取れない貴重な最高の革みたいです。9年履いてて別にそんな詳しいことは知らないっていうね、ざっくりはしてたんですけど、別にそこをなんか深掘りしたい欲はなかったんで、へーっていうぐらいで知ってた感じです。で、このベックマンいつかのタイミングでなんか品番変わったらしいですね。僕の持ってるベックマンは9011っていう品番なんですよ。なので多分今の品番が9011から9411に、品番変わったらしくて、なんかね大きく変わったのはこの裏のソールの部分が変わったみたいで、なんかこの古い僕の持ってる9011は加水分解しやすいみたいですね。なんかその辺全然気にしてなかったんで全く知らなかったんですけど、さっきちょっと調べて初めて知ったぐらいなんですけど、元々のソールに関してはなんかねウレタン素材が使われてたらしくて、あんまり質が良くなかったらしいんですよ。でそれでなんか加水分解が結構起きてたみたいで、僕はね全然気にしてなかったんですけど、今この動画撮ってる時で初めて気づいたんですけど、若干加水分解してるんですよ。しかも今初めて気づいたんですけど、この分かるかな、ここのソールの角っこ、ここ今ちょっとかけたっすわ。今ちょうど分解したっすね。若干ちょっと分解したナウで分解しましたね。それは別にいいんですよ。こっちもちょっと、ひび割れというか分解し始めてるんかな。別にそこはいいんですよ。いいっていうのも、そもそもここをねそろそろソールを変えようと思ってたんで、ちょうどというのもこのつま先ですね、つま先のところのここのミッドソールのところまでもうね多分来てるんかな。ギリギリアウトかアウトじゃないかぐらいのところまで、すり減ってたところなんで、ちょうど張り替えようと思ってたんで、このかかとの部分に関してはあんまりねすり減ってないんですよね。これでわかるかな。ちなみにこれ9年間履いててまだ1回もリペアはしてない状態ですね。主にソールの張り替えとかそういったのは1回もしてなかったんで、ちょうどつま先の部分が結構限界値まで達してるんで、ソールの張り替えを検討してたんで、その加水分解の件については、あんまり気にしてなかったというか、今まで、気づいてなかったんで、ほとんど知らない状態で今日まで過ごしてましたね。かかとに関してはこんな感じであんまりすり減ってないんで、張り替えるのはちょっと修理店と相談してこの部分だけちょっと張り替えてみようかなと思ってる感じですね。かけたわ、見事にかけたな。っていうのも昨日おとついに割と久々にこれをがっつり履いて外で歩き回ってたんで、多分それもあったんかな。それ以前に結構この状態になってたならへーって感じやけど、別にあんまり気にしてないです。ちょっとソールが、かけましたなんか可愛いな。はい、品番とか、ベックマンについての、軽い雑談はそれぐらいなんですけど、ちょっと一旦僕のベックマンの9年間の記録っていうのを、じっくり見てもらいたいんですけど、今映像を出してると思うんですけど、こんな感じでですね、最高とか渋すぎるとかやばいっていう言葉が綺麗に当てはまるようなエイジングしてると思いますが、皆さんいかがでしょうか。これはほとんど男性の方にしかうなずいてもらえないかなとは思ってるんですが、いかがですか。9年間僕と共に歩んできたこのシワ感とかエイジングっていうのは最高でしょ。
このブーツね結構僕特別思い入れがあってですね、このブーツに関しては僕が初めてアルバイトして、そのアルバイトでもらった給料で初めて買ったブーツなんですよ。それは思い入れありますよね。当時ですね、高校生ですね、高校3年生で、部活してたんで、その部活を引退して、夏場ですね、初めてバイトしたのが、引っ越しのアルバイトやったんですよ。多分ね8月とかほんと9月とか、その真夏も真夏の時に引っ越し屋でアルバイトして、めちゃくちゃしんどいやんっていうね、部活の練習より全然しんどいやんけって思いながら、引っ越しのアルバイト、そのアルバイトね1週間、2週間いかないぐらいですぐ辞めたんですけど、その時に苦しんで稼いだお金で買ったブーツになります。めちゃめちゃ覚えてますね。あれは引っ越し屋さんってすごいなってマジであの時思いましたね。当時ね高校生ながらに苦労して稼いだお金で買った一足になるんで、なかなかの思い出があるブーツになってますね。でこのブーツね、修理もなんかカスタムも一切してない状態なんで、ソールも紐も何も変えてないんで本当に純正のままなんですけど、一つだけちょっとねこのここのソールの部分ですね、横のコバっていうんですか、ミッドソールっていうかな、ここの部分ですね、ここの部分をコバインクでですね自分でちょっと染めたというか色入れたというかっていう感じで、割と買ってすぐぐらいで、着色した感じになります。でここのミッドソールの色に関しては、9年間履いたそのままの色ではないと思います。でその時塗ったのが、普通によくあるコロンブスの、コバインキーですね、これを塗ったんですけど、色が茶色ですね。これ茶色の、コバインクをこのミッドソールかな、ミッドソールっていうかな、ここの部分に、塗った感じになります。これ塗ったのも本当に最初のその1回だけなんで、それ以降はなんか追加でここ塗り直したりとかしてないんですけど、それでも結構色変わったんかな、ちょっともうね昔すぎて覚えてないんですけど、ここはちょっとコバインクで塗ったよっていう感じですね。ちょっと紐も締めた姿も見てもらおうか。多分今僕の通してる紐の通し方、アンダーラップでもオーバーラップでもない気がするんですけど、そこは細かいことはほっといてください。はい、この紐締めた感じもめちゃくちゃかっこよくないですか。ちなみに僕は一番上は一つ分けでずっと履いてる感じになります。はい、じゃあケアについてですけど、なんか特別なケアっていうのは一切してないですね。なんか道具とか見せますか。はい、一応使ってるケア用品持ってきたんですけど、多いように見えるかもしれないですけど、全部は使ってないですからね。ほんとサクッと紹介していきますね。でまずは、シューズキーパーは僕は入れてる派です。1日履いた後は玄関にそのまま脱いだまま置いといて、すぐに入れない状態ですね。とりあえず履き終わったら玄関で置いといて、翌日の朝ぐらいにシューズキーパーを入れる感じで、使ってます。はい、で馬毛のブラシですね。ほこりとか払う用の馬毛ブラシと、次は豚毛のブラシですね。クリーム塗った後にしっかり塗り込む用のブラシですね。で次は、これ仕上げ用のヤギ毛のブラシですね。これはなくても大丈夫、全然なくてもいける。ヤギがない場合はこういうクロスのミトンですね。空拭き用の、なんかミトンみたいなもので、汚れ落としですね。僕はこのブートブラックの2フェイスプラスローションをずっと使ってると思います。で次はクリームですね。クリーム、ちなみに僕はこの靴に、オイルですね、ミンクオイルとかは1回も使ったことはないです。ずっとシューズクリームで、磨いてました。で結構買いたての頃はこのモーブレーの、クリーム使ってましたね。色がですねレッドマホガニっていう色ですね。ブーツの色と近いような色を、最初の頃は塗ってたと思います。ある時からあんまり使わないようになった感じですね。であとはもう1個はこのサフィールのクレム1925の、クリームですね。これはニュートラルですね。色的にはニュートラルのクリームを、最近で言うとこっちのニュートラルの色を使っていることが多いかもしれないです。最近の個人的な考えだと、補色するよりはなんかどんどん色抜いていきたいなっていうので、そんな感じで無色のクリームを使うことが多いかもしれません。で1年に1回とかないかぐらいなんですけど、しっかり保湿しておきたいなって時はこのブートブラックのリッチモイスチャーっていう、保湿剤ですね。保湿剤みたいなのを塗って、乾燥をちょっと防ぐみたいな感じで使ってることもあります。であとは純正のここのミンクオイルっていうのはあるんですけど、あとはねこのサフィールのソールガードですね。これね今あるかわからないんですけど、ソールガードとであとこのモーブレーのレザーソール用のなんか栄養剤みたいなの、全部同じ感じなんですけど、でこいつら使う時はこのベックマンのソールですよね。ソールのここの部分レザーでできてるんで、ここの部分のねケアっていうのを僕は個人的にはしてたんで、このどれかっていうのをここに塗ってますね。ここのソールの部分にはミンクオイル塗っても全然問題ないんで、これを塗ることは
今でもあるんですけど、でなんかあとは気分でこのどれかをこのソールの部分に塗ってるっていう感じですかね。はい、ケアに関してはそんなところで普通の靴磨きと何ら変わらない工程で、やってる感じですね。特に特別なことは本当にしてないです。なので工程的には本当普通なんですけど、馬毛のブラシで、最初ホコリを落として、で汚れ落としと何でもいい布で、汚れを落として、で次はクリーム指で塗って、この指で塗り込んだのをこの豚毛のブラシでしっかりブラッシングしてなじませて、であとは綺麗な布かこのクロスミトンかで、全体的に空拭きをして、で最後仕上げのブラシで、ブラッシングして整えるっていう感じですかね。でこのヤギ毛のブラシに関しては全然なくてもいいんで、こっちのミトンで代用できるんで、これ1000円以下で多分買えると思うんで、これでしてあげてもツヤ感っていうのはめちゃくちゃ出てくれるんで、そんな感じで使ってますね。で工程的には本当それぐらいですね、基本的にやることは。であとはプラスで1年に1回あるかないかぐらいでしっかり保湿したい時はこういった保湿剤をプラスで塗ってあげて、でここのソールの部分にソール用のオイルを塗ってあげるっていうぐらいですね、プラスでする工程としては。それを1年に1回、乾燥がちょっと気になる時にするぐらいかなっていう感じですね。はい、そんな感じのケアでこいつは育ててます。今日はね実際にやらないんですけど、もしね実際にちょっとやってほしいっていう方はコメント欄に書いていただけると、後日ね動画作りたいと思うんで、やってほしい方はコメント欄にコメントお願いします。今レッドウィングの公式サイトを見てるんですけど、このタイプのベックマンってもう廃盤なんですか？今ちょっとこいつの値段を調べようと思って公式サイト見てたんですけど、どうもね見当たらないんですよね。フラットボックスの方は公式のサイトに載ってるんですけど、それだとね5万5,000円とかなんですけど、にしても高いな。この僕のこっちのタイプがね今ねサイトに載ってないんですよね。ちょっとわからないんですよ。生産終わっちゃったんですか？ちょっとそこはね詳しくわからないんですけど、で今日の動画はこの僕の持ってるレッドウィングのベックマンですね。このベックマンを9年間履いたエイジングというか姿を見てほしかったので、動画にした感じになります。9年間履いていくとこんな感じのかっこいいエイジング姿になるので、購入検討している方は買って履いていくとこんな感じのエイジングになりますよっていう、参考になればいいなと思ってます。はい、そんな感じで今日は9年間愛用している僕の大好きなレッドウィングのベックマンのブーツの紹介でした。もしこの動画なんかいいなと思ったらいいねとチャンネル登録お願いします。はい、ということで今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。